んにちは。グラス工房タップの福田勝志です。今回はステンドグラスパネルを作るためのパターン、型紙を作っていきたいと思います。ステンドグラス制作を続けていますと、いつの日かパターンブックを卒業して自分のオリジナルのステンドグラスを作りたいと、誰しも思うと思うんですね。その最初の壁がパターン作り。もうちょっと遡ると原画作りも実はちょっと大変なんですが、そのパターン作りをですね、簡単な方法、これございますので今から説明していきたいと思います。まず最初にご用意いただきますのが原画なんですね。私は水墨画が好きなんで、このように和紙に筆で原画を描いております。皆様もですね、自分で描いた絵、これをステンドグラスにしていただくというのが理想ですし、一番楽しいのですが、絵を描くことが苦手な場合には写真を撮ってきてそれをプリントアウトする、あるいはお子様が描いた絵をステンドグラスにするというのも楽しいかと思います。まず原画がご用意できましたら、これをトレースしてこのように方眼紙に縮小版の型紙として作ります。この段階でガラスを切るための区画はできていますし、各ピースに数字のナンバリングもされています。もうこれができますとパターンは 90% 出来上がりと言えます。この方眼紙の縮小版パターン、これを拡大コピーしてこのように実物大のパターンにします。私はコンビニのコピー機を使いますので、用紙の最大が A3 サイズになります。ですのでこういう大きい型紙を作る時には A3 の用紙をこういう区画ですね、これをのり付けして、そして大きくしています。今回は椿とこのスズメの絵、これのパターンを作っていきたいと思います。この原画そのものをトレースしてもいいのですが、今回はこのように縮小コピーしています。この段階で実際に作りたいパネルの横と縦の比率を一致させておきます。なぜ縮小したかというと、実際のパターン作りがこの A3 の方眼紙を使うためです。A3 の方眼紙にちょうど入るサイズに縮小しています。またなぜ方眼紙を使うかというと、最終的に拡大コピーしてのり付けするときにこの方眼、マス目がですね、役に立つわけです。ですので私はこの A3 の方眼紙を好んで使っております。さて最初に行うことが、この原画をこの方眼紙の上に写すんですが、もしライトボックスがありましたらこれをご用意ください。ライトボックスがあれば原画がこのように上に重ねた方眼紙の上に透けて見えます。もしライトボックスがなければですね、方眼紙の代わりにこのようにトレーシングペーパー、これを使ってパターン作ってください。トレーシングペーパーをこのように原画の上に重ね、透けて見えるところをこのように写していきます。今回はライトボックスを使って作っていきたいと思います。方眼紙の裏にはこのように原画をセロテープで仮固定しておきます。そしてライトボックスの電気を入れて、そして書き写すわけですが、この時シャーペンですね、なるべく細くてそして柔らかい芯がいいと思います。それでは最初にこの椿のこの枝の先のこの辺りをトレースしていきたいと思います。下から透けて見えている絵の、この輪郭ですね、これを丁寧に写し取っていくんですが、なるべく細くてシャープな線、そしてあまり濃く描かないようにしてください。後で消すときに消しにくくなりますので。今この描いているこの輪郭がそのまま型紙になるわけではありません。後で消しながら修正していきます。ただ、最初に全体を写し取っておいて、で全体のバランスを見ながらまた修正を加えていくということになります。
下絵とですね、このトレースした鉛筆の線だいぶ変わっております。やはりですね、ちょっと水墨画の絵というのは、ちょっと乱暴なところがあってですね、そのままにするとあまり写実的ではないので、少し写実的に、花びらの重なり具合なんかもちょっと変えてます。全体的な構成は同じようにしてますけどもね。鳥は少し写実性を高めないとですね、一体ここに何がいるのか分からなくなってしまうので、多少下の原画を無視する形で、描き進めたいと思います。ガラスを切る都合上あまり細かい羽を描くわけにはいきませんので、デフォルメする感じでね、表現していきます。くちばしも少し太めにしないとガラスが切れないですよね。あんまり細いとね。茶色い帽子とほっぺの黒いところと。さて1回目のトレースが終わりました。原画をただ表面に置いた方眼紙に書き写しただけです。当然これですとガラスが切れませんので、これからどんどん修正をしていかなければいけません。